後編は三大物証から。まず、カバンである。よしこさんのカバンが発見されたのは、石川さんが自白した場所から約500メートルも離れた場所だった。なお、よしこさんの父親は、そのカバンはよしこさんのものではないかもしれないと証言している。次に、腕時計。これは散歩中の男性が偶然発見し、警察に届けた。そして警察はこれをよしこさんの腕時計だと認定した。ただ当初警察はよしこさんが身につけていた腕時計はシチズンコニーだと発表していた。しかし実際に現場から発見されたのはシチズンペットだった。最後に万年筆。この万年筆は石川さんの自宅を家宅捜索したところ発見されなかった。再度家宅捜索しても万年筆は見つからなかった。しかし、石川さんが自白をした直後に再度家宅捜索され、勝手口の鴨居から万年筆が発見された。明らかに不自然である。なお、この家宅捜索に参加していた元警部が、私が見たとき、勝手口の鴨居には万年筆はなかったと証言している。つまり、家宅捜索時に何者かが意図的に置いた可能性があるということだ。ただ、東京高裁の寺尾裁判長は、鴨居は背の低い人には見えにくいとして、家宅捜索では見落としただけだとし、捏造はないとしている。また、発見された万年筆に入っていたのは、ブルーブラックのインクだったが、よしこさんの万年筆のインクは、ライトブルーだった。これらが、この事件の三大物証とされたものであるが、どれも首をかしげるものであった。ちなみに、よしこさんのカバンを発見した人物は、佐藤警官である。この佐藤警官は野球好きで、少年野球を教えているうちに石川さんと知り合った。この佐藤警官は石川さんの自白を引き出した人物であり、万年筆が発見された時の家宅捜索にも参加していた。補足として、スコップと捨てられた教科書、脅迫状についても触れる。5月11日に遺体発見現場から100メートルほど離れた場所で、養豚場から盗まれたスコップが見つかっている。しかし、なぜかそれは一度調べたはずの場所から発見されている。つまり、これも何者かが意図的にそこにスコップを置いた可能性があるということだ。また、このスコップの場所から250メートル離れた場所に直旅が捨てられていた。この直旅は、佐野屋付近で確認された直旅の足跡とよく似ていた。他にも5月25日に農作業中の男性が畑の側溝でよしこさんの教科書ノート類12点を発見し警察へ届けている。なお、この教科書類から犯人の指紋は検出されていない。次に脅迫状の件。警察は脅迫状の筆跡は石川さんの筆跡と一致すると断定したが、学者の大野氏によると当時の石川さんの国語能力からすると、あの脅迫状は作成できないと断言した。当時の石川さんは学校にほとんど通っていなかったので、漢字はおろか、ひらがなも満足に書けなかったのである。自分の名前の漢字さえ書けないほどであったため、手を怪我しているふりをして代筆を頼むこともあった。余談ではあるが、石川さんは看守に漢字を教えてもらい、漢字を習得している。最初に覚えた漢字は自分の名前と私と無実という漢字である。話を戻すが、警察は当時漢字を書けなかった石川さんが家に置いてあった雑誌リボンを見ながら脅迫状を書いたと主張していたのである。また、石川さんが自白した内容だと、よしこさんを雑木林で襲ったということになっている。しかし事件当日、その雑木林から約30メートルくらい離れた場所でずっと農作業をしていた男性がいた。その男性は何も異変は感じなかったし、声も聞いていないと証言した。事件後、よしこさんの兄弟や関係者が次々と不審な死を遂げている。1、1963年5月6日、翌日に結婚式を控えていた中山家の元使用人の男性 A さんが農薬を飲み込んで井戸に飛び込んだ。A さんは5月2日からノイローゼ気味になっており、よしこさんの遺体が発見された日には運送屋の仕事を無断欠勤していた。
ちなみに A さんは、よしこさんの手を縛るのに使用されていた手ぬぐいを配達したことがあり、血液型は B 型であった。また、普段仕事では直旅を履いていたが、婚約した後は短靴に履き替えることもあったという。なお A さんは遺体発見場所のすぐ近くに新居を建築中で、ほぼ完成していたという。A さんは遺書を残しており、そこには、病気に負けました。すまないことをしました。と書かれていた。2、5月11日、事件当時、怪しい3人組を目撃したと警察に証言した男性 B さんが自分の胸にナイフを突き刺して亡くなった。生前 B さんは警察に犯人扱いされ厳しく問い詰められた。警察は怖いところだと家族に話し寝込んでしまっていた。3、1964年7月、次女 C さんが農薬を飲み込んで亡くなった。C さんは遺書を残しているが、中には常識では考えられないことが書いてあったと長男の健太さんが話していた。しかし、その内容は明かされていない。遺書には他にこんなことが書かれていた。婚約者の D さんに向けて、D さん、どうか幸せになってください。私は美しい花を見ても美しいと言えない女になってしまった。私は幸せになれない。なお、この D さんは C さんのお葬式に呼ばれていない。また、裁判においてもあやふやな証言を繰り返した。長男の健太さんに向けては、もっと相談したかったと書かれており、父親に向けては、お父さん、力強く生きてください。自分のくよくよした性格が嫌で、毎日が嫌になりました。私の生活には何の発展もなければ、信念もない動物に過ぎない。死を考える親からいい子は生まれません。よしこを供養した時、初めて分かった。二人で真っ黒になって働いていた頃が一番幸せだった。4、1966年10月、一時犯人と疑われた養豚場経営者の兄 E さんが列車にひかれ亡くなった。犯人と疑われた理由は、事件前に石川さんの兄から直旅を借りていた。犯人と同じく足が速かった。犯人は次女と会話しているとき、オラー帰るぞと発言していたが、E さんの口癖はオラーだった。ひこつくしという結び方に慣れていた。事件後、叫びたりになっていた。以上である。ただこの E さんにはアリバイがあった。5、1977年10月、よしこさんの次兄 F さんが首をつって亡くなった。F さんは夫婦で中華料理屋を経営していた。F さんも遺書を残しているが、女性が書いたような文章である。私の生きる道はどこかしら。社会も流れ、私も流されるとしたら、あまりに寂しい夜になることでしょう。今日の社会も変わりはないけれど、ただ私は今日という日を見つめて生きるのです。今を生きるのです。けれども、これはあまりに遠すぎた夢かしら。すべては終わり、すべては夢だったのね。それでは考察に入ります。石川さんには一審では極刑判決、二審では無期懲役の刑が下っています。そして1994年12月、石川さんは仮出獄し、約31年ぶりに刑務所から外に出ました。現在も石川さんは支援者の方々と共に再審請求運動を続けています。物的証拠の信憑性の低さ、強要された自白などから石川さんは犯人ではないと考える人が多くいらっしゃいます。それに加え、2018年1月に弁護団は脅迫状の筆跡が 99.9% の確率で石川さんと別人のものだとする新たな鑑定書を裁判所へと提出しています。この鑑定は筆跡鑑定を研究する東海大学の福江教授の下で実施され、脅迫状で繰り返し使われていたい、た、て、と以上の4文字を脅迫状の文字と石川さんの上申書の文字と比較したところ 99.9% の確率で別人のものだと証明されたのです。
この考察パートでは石川さん以外に真犯人がいるとして考察していきます。まず、なぜ警察は自白を強要したのかという点。当時の警察は事件直前に吉信ちゃん誘拐事件で犯人を取り逃していました。そしてこの事件でも犯人を取り逃し、犯人を挙げられないとなると、警察のメンツは丸つぶれです。そこで焦った警察が石川さんを犯人に仕立て上げ、メンツを保とうとしたのではないでしょうか。次に、いつ犯人と接触したのかという点。死亡推定時刻は午後4時半頃とされていますが、これはあくまで目安ですので、多少時間が前後することはあります。最後の目撃情報は午後3時55分で、場所は自転車屋の前です。これ以降、よしこさんが男と一緒に歩いていたといった目撃情報はないため、おそらくよしこさんと犯人は最後に姿が目撃された直後に接触し、男の車に乗ったか、男の家に入ったのではないでしょうか。この自転車店は、よしこさんの普段の帰宅ルートとは違う場所にあります。このことから誰かと待ち合わせをしていたと考えるのが自然だと思います。さらに死亡推定時刻が午後4時半頃ですので、短い時間の間に食事、性行為、殺害が行われているはずです。よって、この自転車店からかなり近い場所に犯人の住居や職場があったのではないでしょうか。その犯人は、よしこさんの顔見知りで、その日が誕生日であることも知っていた。そこでご馳走を用意してあるなどと言って言葉巧みに連れ込んだものだと思います。そこでよしこさんはトマトが入った食事を出され食べたのではないでしょうか。食事を終えると犯人はよしこさんと行為に及び何らかの理由で手にかけた脅迫状を届けた後に遺体を車もしくはリヤカーで運び、あらかじめ養豚場から盗んでいたスコップを使って遺体を農道に埋めたという流れではないでしょうか。遺体を運んだのはおそらく夜だと思います。ただ夜になると辺りは真っ暗になるでしょうし、雨で道はぬかるんでいることでしょう。そんな状態でリヤカーによしこさんを乗せ進むというのはかなり難しいことだと思います。また移動中に誰かに見られてしまうリスクがあります。よって遺体を運んだ方法はやはり車ではないでしょうか。次に犯人の動機です。まず頭に浮かぶのが犯人が既婚者であり不倫関係だったという線です。相手は未成年で自分は既婚者です。この関係が外部に漏れたりしたら自らの破滅を招きます。これは憶測ですが、事件当日、よしこさんが自分たちの関係を誰かに話すと口にしたので手にかけたということは考えられないでしょうか。もしかしたら、よしこさんが日記に記していたバカンスというのは、この犯人との交際関係だったのかもしれません。また、千葉大の教授の鑑定書によると、事件の約1週間前に処女膜に亀裂が入った可能性があるということ。さらに、中学の担任教諭が4月25日によしこさんの姿を目撃したこと。これらが一つの線につながったと捉えることもできるかと思います。犯人は間違いなく地元の人間で土地勘もある人物で中山家まで脅迫状を届けに来ているので家の場所も知っていたということになります。さらによしこさんの顔見知りであり、よしこさんが警戒心を抱かない人物だったはずです。ちなみに当時中山家の近所には同じ姓の中山さんの家が9軒ありました。犯人は的確に脅迫状を届けに来ています。次に脅迫状の件です。そもそもなぜ電話ではなくて脅迫状だったのでしょうか。私の考えでは、電話では犯人が満足な教育を受けていないものだと認識させるのが難しいためだったからだと思います。拙い説明では肝心の内容が伝わらないですし、時間がかかってしまいます。時間がかかればかかるほどボロが出やすくなってしまいます。対して脅迫状ならば一度に多くの情報が書け、内容もしっかり伝わりますし、奇妙なカタカナ当て字や誤用された万葉仮名を使用することで満足な教育を受けていない者が書いたものだと演出できます。そして内容についてですが、これは一見満足な教育を受けていない者が書いたように見えますが、実は文章の中に統治法や擬人法、押印など多くの詩的表現が使用されています。また、金20万円という書き方は、会計に縁がある人物が書いたとも取れ、丸ダッシュの句読法も使用しています。
このことから犯人は詩に親しんだ人物で、丸出しを使用していることから、英詩にも親しんだ人物、もしくは英語の教師経験があった人物とも取れます。よって頭のいい犯人があえてあのような脅迫状を書いた可能性が高いということです。実際に警察は真っ先に養豚場の従業員たちを調べています。つまり犯人は養豚場の従業員に罪をなすりつけるためにわざとあのような脅迫状を書いたのではないかということです。養豚場から盗んだスコップを使ったのもこのためだと思います。また、佐野山で実際に現れたのは、実際に金を受け取る素振りを見せないと、脅迫状がただのまやかしだと見抜かれてしまうためだと思いました。つまり犯人は金を受け取るつもりはなかったが、リスクを冒してまでストーリーを作り上げたかったのではないか、という説です。なお、同年3月に発生した吉信ちゃん誘拐事件の犯人は、身代金50万円を要求しています。しかしこの事件では20万円の要求額でした。犯人は金目的ではなかったため、あえて用意しやすい額にし、金の準備に時間がかからないようにしたのではないでしょうか。要求額が低すぎると金目的ではないと思われてしまうため、ちょうど中間くらいの身代金の額を設定したのではないかと感じています。次になぜ犯人は教科書やノート、自転車のゴム紐を別々の場所に捨てたのかという点、普通それらのものはどこかに隠したり埋めたりするかと思います。しかしこの犯人は発見されやすい農道や雑木林に捨てています。これはあえて捜査陣に情報を与えているとも取れます。おそらくこれも短絡的な犯人による行き当たりばったりの犯行だと思わせるためではないでしょうか。または事件当日の犯人の動きを誤認、攪乱させようとしたのかもしれません。つまり遺体発見現場から教科書などを捨てた場所をつないだ経路が犯人のルートだと思わせるためです。この説が正しいと仮定すると、事件当日犯人はそれとは違ったルートを取っているはずです。そして最大の謎ですが、なぜ犯人は中山家まで自転車を戻したのかという点です。犯人は長男の健太さんが車で帰宅した直後によしこさんの自転車に乗って脅迫状を届けに来ています。おそらく犯人はよしこさんに危険が迫っていることをいち早く知らせたかった。また自転車から足がつくことを恐れた犯人は被害者宅に早く戻した方が得策だと考えたのではないでしょうか。遺体を犯人の自宅かどこかに隠した状態でよしこさんの自転車に乗り中山家へと向かう。そう考えると中山家からそう遠くない場所に犯人の自宅もしくは遺体を隠した場所があったということです。おそらく犯人は、よしこさんが行方不明になってからすぐに脅迫状を届けることで、警察や被害者の家族に対策を講じる時間を与えず、混乱を招きたかったという意図があったように感じます。つまり、時間がかかってしまうと、犯人の計画が失敗に終わってしまう可能性が高まってしまうということです。この事件に関する書籍は多く出版されており、様々な説があります。その中でも石川さん本人がこの人が犯人だと思うと語っている人物がいます。それが中山家の元使用人 A さんです。A さんはよしこさんと面識があり、遺体発見現場近くに新居を建築中でした。ちなみに事件当日の天候は雨でしたが、よしこさんの遺体や着ていたセーラー服にはあまり雨に濡れた形跡は見られませんでした。つまりよしこさんは車の中か屋内にいた可能性が考えられます。また、よしこさんの父親は、よしこは知らない人についていくような人間ではないと証言しています。さらによしこさんは普段の帰宅ルートとは違う場所で誰かと待ち合わせをしていた様子でしたので、顔見知りの人物と会う約束をしていたことは間違いないかと思います。また、自転車が止められていた場所は普段よしこさんが止めていた場所でしたので、自転車を止める位置を知っていた人物ということになります。これらのことを踏まえると、中山家の元使用人の男性 A さんが犯人像に近いと感じます。ただ、すでに A さんは自ら命を絶ってしまっていますので、もし A さんが犯人だったと仮定すると、真実を知る機会はもうありません。ただ、この説には一つ難点があります。それは A さんの体が綺麗だったということです。
よしこさんは抵抗した際に犯人を引っかいています。しかし A さんの体には引っかき傷がなかったのです。また、こんな話もあります。A さんが自ら命を絶った1963年5月6日、国家公安委員長が犯人を生きたまま逮捕できなくて残念と非公式に話したとされています。しかし翌日にはその発言を撤回し、A さんは犯人ではないと否定しています。では、真犯人像は一体どんな人物でしょうか？おそらく犯人は、よしこさんを自宅や職場など、屋内に連れ込んだ上で犯行に及んだものと思われます。よって、同年代による学生の犯行である可能性は低いと思われます。年上の顔見知りの男と思われますが、よしこさんとの接点はどこにあったのでしょうか？考えられるのは、兄や姉の友人や知人で中山家に出入りしたことがある人物、もしくは学校の教師、近所に住む人物などが挙げられます。さらに年齢は20代から30代前半くらいで死に親しんでいた人物、気骨くしの結び方を知っていた人物といった具合にある程度絞っていくことはできるかと思います。いずれにしても流しの犯行ではなく間違いなくこの地域一帯に暮らしていたか職場があった男だと思います。そして最後にジャーナリスト伊吹氏による怨恨説をご紹介します。よしこさんの中学の担任教諭は中山家は変な家庭だったと話していました。実は近所の方からも中山家の家族関係はすごく複雑で色々あったと語っています。ただ詳しい内容は不明です。そしてこれは裏が取れていないそうですが、実はよしこさんは親が違ったのではないかという話があります。ちなみに三男とよしこさんのみ家族の名に使用されている共通の字が使われていません。また三男は後に養子に出されています。伊吹氏は中山家には血縁関係が絡んだ複雑な事情があったと見ています。また事件前に中山家はある政党員を村八分にし相当な恨みを買っていたという話があります。その政党員は養豚場の従業員とつながりがあったため、養豚場の従業員たちによしこさんの誘拐を依頼したのではないかと伊吹氏は見ています。それに加え、よしこさんの中学の同級生に協力を依頼し、よしこさんを誘い出してもらいます。そしてあらかじめ中山家の元使用人の男性 A さんに新居を貸してくれと依頼しておきます。そしてよしこさんを新居まで誘い込み、そこで犯行に及んだ。以上が伊吹氏の説です。私の考察パートでは、この事件の研究者である海氏の考察を大いに参考にしています。ただ、この伊吹氏による関係者への聞き取り調査などにより導き出された考察もかなり信憑性があります。この事件はこの動画で触れた部分以外でも謎が多く、真相は未だ不明のままです。石川さんや支援者の方々が全証拠の開示を要求していますが、未だに全ての証拠は開示されていません。全証拠の開示がなされれば、新たな検証が可能となり、進展があるかもしれません。最後に亡くなられたよしこさんのご冥福をお祈りいたします。